こんにちは、小白です。今回は怪獣8号よりアシロミナを作ります。今回も私の技術不足のため作り方の説明ができないので、作り方以外についてお話しします。まず前回の動画を見てくださった方、ありがとうございました。誰の目にも止まらないと思っていたので、見てくださった方がいることに驚きました。しかもコメントもいただきまして、すごく嬉しかったです。応援メッセージが温かくて、次も頑張ろうと思いました。コメントで作り方のアドバイスをいただいたのですが、そのおかげで制作のストレスを大幅に減らすことができました。何がストレスだったかというと、強度です。以前の私は髪の毛などの細長いパーツがホロホロ割れる悩みを持っていました。指が軽く当たるだけで折れるので、スカルビーはなんて繊細なんだと思っていたのですが、コメントで気づかされました。私は焼き時間が短いのだと。実は以前にヒートガンで表面を黒く焦がした経験から、焦げることがトラウマになっていました。なので焦げを防止するためにオーブンで10分程度しか焼いていませんでした。スカルピーの袋の裏には厚さ約6ミリで15分を目安に焼成すると書いてありますが、トラウマのせいで長く焼くことに抵抗がありました。今回はアドバイス通り15分以上で焼くようにしたら、明らかに強度が増しました。もう教えてくださった方、本当にありがとうございました。私にはまだまだ、たくさんできないことがあります。その一つは表面がどうしても平らにならないことです。例えば太ももです。どう頑張ってもつるっと滑らかな表面になりません。一応薄め液を使いますが、この薄いデコボコが消えません。先日スカルピーにヤスリが使えることを知ったので 3M のヤスリを購入してみました。でも他の制作動画を見る限り、薄め液やヤスリを使わずに表面をきれいに作っているように見えます。何が悪いのか分析中です。さて、そろそろ怪獣8号の話をしたいと思います。怪獣8号はアニメで見ています。漫画は読んでいません。正直そんなにハマっていないです。すいません。主人公のカフカが周りからおじさん扱いされているところはツボで笑っちゃいますね。これからだんだんハマれたらなと思います。怪獣8号がアニメで始まると知った時、絶対見たいと思っていました。なぜならアニメーション制作がプロダクション IG だったからです。プロダクション IG といえば広角機動隊というイメージがあります。私は広角機動隊が大好きなんです。広角機動隊を語ったら時間が足りないので今はやめておきます。その制作会社が作るのならば見ないと思って見始めました。気に入っているのはオープニングとエンディングです。オープニングの 3D の感じかっこいいですね。スリリングなオープニングとヤングブラッドの曲がドンピシャでしたね。逆にエンディングはほのぼのとした絵のタッチで、明るいテンポのワンリパブリックの曲がマッチしていましたね。この2曲はもうヘビロテで毎日聴いています。ではこのフィギュアについて少し説明したいと思います。アシロミナが風に吹かれて堂々としている構図にしました。風が吹いている様子を髪の毛の動きで表現しました。前髪をガッと上げて髪全体が後ろに流れています。洋服ですが防衛隊のスーツがタイトなので体のラインをはっきりつけました。タイト感を出したかったので股関節と膝の後ろだけシワをつけてみました。
で肩ガードの文字が細かくって心の中で泣きながら頑張りました。話しているうちに作品の完成です。こちらです。頭と首の間に謎の空間ができてしまいました。いろいろと反省しつつ次に活かせるように頑張ります。次回はチェンソーマンのパワーちゃんを作ろうと思っています。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。